今回はスカイリムについてのしょうもない小ネタを11個紹介します。私がプレイする中で偶然見つけたものなので、あまり知られていないものがほとんどだと思います。基本的には何の役にも立たないしょうもない小ネタばかりですが、中には役に立つものも一部混ざっているので、良ければ最後までお付き合いください。一つ目は、馬に関する小ネタです。馬に乗った状態だと、宝箱や死体を調べられないので、一度降りる必要があります。しかし、マンモスの死体の場合は、馬に乗ったままでも調べることができます。馬の位置やカメラの視点の調整が必要で、なかなか難しいのですが、馬に乗ったままマンモスの死体を調べたい方は、ぜひ試してみてください。ちなみに、ドラゴンの死体でも同じことができます。馬に乗ってるからといって、何も調べることができないわけではなくて、どこかに調べられる判定が存在しているということですね。二つ目は、不意打ちに関する小ネタです。ダガーによる攻撃は音が発生しないので、ある程度隠密スキルが高ければ、背後で振っても気づかれることはありません。それ以外の武器の場合は、音が発生するので気づかれてしまいます。しかし、右手にダガーを装備して、左手にそれ以外の片手武器を持たせると、左手の武器も無音になります。これなら片手剣、片手メイス、片手斧でも無音攻撃が可能になります。右手にダガーを装備さえしていれば、バッシュですら無音になります。不意打ち攻撃は結局ダガーが一番強いので、他の武器を無音にできても何の役にも立たないと考えるかもしれませんが、実はこれ、有効な活用法があります。AE では、アイスブレード一族に代々伝わる剣という攻撃力0の剣が追加されています。攻撃力が0なので、いくら攻撃しても片手武器スキルに経験値が入ることがありません。右手にダガー、左手にアイスブレード一族に代々伝わる剣を装備して、左手で不意打ちをすると、片手武器スキルに経験値を入れることなく、隠密スキルだけを稼げます。隠密スキルは、ダガーでひたすら不意打ちをしてればどんどん上がるので、簡単に稼げるスキルではあるのですが、片手武器スキルを上げずに、隠密スキルだけを稼ごうとすると、途端に困難になります。他のスキルを上げずに、隠密スキルだけを稼ぎたい方は、この方法を試してみてください。アイスブレード一族に代々伝わる剣は、リフテンの墓場に現れる盗賊が、倒されることで始まるクエスト、ノクターナルの灰色頭巾を進めることで入手可能です。クエストが終了すると没収されてしまうので、この方法で隠密スキルを稼ぎたい方は、クエスト終了前に済ませておいてください。3つ目は、ウェアウルフに関する小ネタです。ウェアウルフへの変身モーション中は動くことができませんが、パワーを発動してから変身モーションが始まるまでのわずかな時間に動くことができます。それが何だと思われるでしょうが、このわずかな時間にエリア切り替えラインをまたぐと、エリア切り替えが行われずにエリア切り替えラインの向こう側へ行けます。ただ、エリア切り替えラインの奥はだいたい行き止まりになっており、向こう側に抜けたところで特に面白いものはありません。それでも、本来だったら見れない場所が見れるので、興味があればこの方法を試してみてください。4つ目も、ウェアウルフに関する小ネタです。通常、ウェアウルフに変身すると、時間が経過するまで解除することはできませんが、強制的に変身が解除されてしまうポイントがあるのをご存知でしたか？ファルクリース監獄のシンディングに話しかけると始まるクエスト、月明かりに照らされてを進めて、ブローテッドマンの洞窟に入る前にウェアウルフに変身すると、洞窟に入った後に変身が解除されます。ブローテッドマンの洞窟に入った後に変身すると、ウェアウルフのままで問題なくイベントが進むので、何のためにこのような処理がされるのかわかりませんが、とにかく解除されます。他にも、セラーナを救助して、初めてボルキハル城に入る際にウェアウルフ状態だと、城に入る前にウェアウルフが解除されます。ウェアウルフのままで吸血鬼の王になってしまうと不具合が起こりそうなので、ここで解除されるのは納得できますね。私が知っているのはこの2箇所のみですが、他にも変身が解除される場所があるかもしれないので、興味がある方は他にもないか探してみてください。5つ目も、ウェアウルフに関する小ネタです。ウェアウルフへの変身モーション中に構えるボタンを連打すると、変身が完了する直前で止まります。少し待つと変身が完了するので、特に意味はないのですが、例えば、ドラゴンスケールなどの魔法をあらかじめ装備しておいて、変身中に構えるボタンを連打して、変身が止まったら、ドラゴンスケールを発動。直後に変身を完了させれば、ドラゴンスケールの効果時間を無駄にすることなく、効率的に使えます。他にも、変身を止めた状態で透明化を発動すれば、透明のウェアウルフを作れたりもします。フレッシュ系魔法の効果時間を効率的に使えるようにするのは実際有用なので、フレッシュ系魔法とウェアウルフを組み合わせて運用したい方は、この方法を試してみてはいかがでしょうか。6つ目は、形なき暗殺者召喚に関する小ネタです。形なき暗殺者召喚は、闇の一等クエストを進めて、
ビットリアビキを暗殺するクエストを終わらせると、報酬として教えてもらえるパワーです。1日1回だけ、形なき暗殺者を召喚できるパワーなのですが、なんとこのパワーであるにもかかわらず、手に装備することができます。手に装備すれば、普通の魔法のような詠唱モーションで召喚することが可能です。他に手に装備可能なパワーは存在せず、形なき暗殺者召喚だけが、なぜかこのような特徴を持っています。どうしても形なき暗殺者を手から召喚したいという方は、ぜひこの方法を試してみてください。7つ目は、クロスボウに関する小ネタです。クロスボウといえば、遠距離からボルトを打ち込む武器なのですが、ドラウグル相手に近距離でクロスボウを打ち込むと、近距離専用のキルムーブが発生することがあります。少なくとも私は、ドラウグル以外の敵に対してこのキルムーブが発生するのを見たことがないので、おそらく対ドラウグル専用のものだと思います。本来遠距離で使用する武器を近距離で使用し、しかもドラウグルに対してのみにしか発動しないので、このキルムーブを見たことがない方が多いのではないでしょうか。しかも、このキルムーブはボルトを消費しないので、ほんの少し節約になります。クロスボウでドラウグルと戦う際は、最後の一体をあえて近距離で倒して、ボルトの節約を図ってみてはいかがでしょうか。8つ目は、吸血鬼の王に関する小ネタです。ウェアウルフに変身するところや、変身を解除するところを目撃されると、1000ゴールドの懸賞金が発生します。吸血鬼の王に変身するところを目撃されても、当然1000ゴールドの懸賞金が発生します。ところが、吸血鬼の王を解除するところを目撃されても、懸賞金が発生しません。わざわざ人前で変身を解除する人はそんなにいないと思うので、人前で吸血鬼の王を解除しても、懸賞金がつかないということを知らなかった方は多いのではないでしょうか。9つ目は、シールドスペルに関する小ネタです。魔力の盾などのシールドスペルは、使用中、防御値の上昇と魔法ダメージを一定まで無効化する効果の回復呪文です。前方にバリアのようなエフェクトが出て、このバリアで受け止めた魔法を無効化する効果のように見えるのですが、実際には、向きに関係なく、全方位からの魔法を無効化してくれます。どう見ても前方にしかバリアが出てないので、前方からの攻撃しか無効化してくれないと勘違いしていた方も多いのではないでしょうか。10個目は、ゴグに関する小ネタです。ゴグは、リフテンの南、クロムの道で、青き神というボスを倒すと仲間にできる動物型従者です。雷の精霊を呼び出して戦ってくれるので、一見頼もしそうに思えますが、雷の精霊を呼び出してくれるのは戦闘開始直後のみであり、倒されたり時間経過で消滅すると、以降は戦闘終了まで召喚することはなくなります。しかし、幻惑呪文の月光をかけると、再び雷の精霊を召喚してくれます。ゴグのレベルは6で固定であり、月光の有効レベルも6なので、プレイヤーのレベルがどれだけ上がっても、パークを取得することなく、月光は有効なままです。さらに、膝をついた時に月光を当てると、すぐ起き上がってくれますし、体力が減った時に月光を当てると、全回復します。しかも、月光がかかっても、こちらに襲いかかったりということもありません。なぜこんなことが起こるのかはわかりませんが、とにかく月光と組み合わせると、ゴグの使い勝手がかなり良くなります。ゴグを活躍させたい方は、ぜひ月光とセットで彼を使ってみてください。11個目は、解き放たれた嵐に関する小ネタです。解き放たれた嵐は、AE で追加された熟練者レベルの破壊魔法です。広範囲に雷撃属性のマント魔法を展開し、同時に無情に雷雲を生み出して、周囲に雷を落とします。雷雲から落ちる雷は、敵味方を問わずに命中するので、従者を連れてるときは使いづらいのですが、それどころか、自分にも命中します。雷雲は、詠唱を始めた地点に固定されるので、雷雲と敵との間に入り込むことで、自分に雷を当てられます。自分に雷を落としたいという方はさすがにいないと思うので、解き放たれた嵐を使う際は、雷雲と敵との間に入らないように気をつけましょう。というわけで、スカイリムについてのしょうもない小ネタ紹介でした。一見、何の役にも立たなそうなものでも、意外な活用法があったりするものなので、覚えておくといいことがあるかもしれません。私のチャンネルではこの他にも、スカイリムについて、ネット上のどこにもない小ネタやテクニックを紹介しています。なので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。